いやー、チョコレートってほんと美味しいですよね。でも、このチョコレートが実はものすごく奥深いテーマだって知ってました？今日はそのチョコレートが持つ全く違う2つの顔について一緒に見ていきたいと思います。ビラさんはチョコレートってどっちのイメージが強いですかね？体にいいスーパーフードっていう面と、いやいやカロリー高くて罪悪感あるお菓子でしょっていう面。この究極の問いに今回は科学の目でバシッと答えを出していきましょチョコレートの歴史ってこれがまた面白いんですよ。もともとは古代メソアメリカで神様の食べ物なんて呼ばれて、薬とかなんならお金の代わりに使われてたくらい貴重だったんです。それがヨーロッパに渡って王様とか貴族の飲み物になって、で19世紀の産業革命でガラッと変わるんですね。砂糖とかミルクが加わって大量生産されて、僕らが知ってるお菓子になったわけです。そして今ぐるっと一周回って科学の力でやっぱりめちゃくちゃ健康にいいじゃんって再発見されてるっていうすごいストーリーですよね。ではまずチョコレートのいわば光の側面から見ていきましょう。そのパワーの秘密、カカオポリフェノールに迫ります。で、そのカカオポリフェノールって何なのって話ですよね。一言で言うとカカオ豆に入っているめちゃくちゃ強力な抗酸化物質のことです。その中でも特に大事なのがフラバノール類っていうグループで、さらにその中心にいるのがエピカテキンっていう成分。このエピカテキンこそがチョコレートがスーパーフードって言われる科学的な理由の主役みたいなもんなんですね。さあ、ここからが面白いですよ。じゃあチョコレートって一体どうやって血圧を下げてくれるんでしょうか。そのメカニズムをちょっと覗いてみましょうか。まず僕らがダークチョコレートを食べますよね。そうするとさっきのエピカテキンが体に吸収されます。でこのエピカテキンが血管の内側にある酵素に働きかけて、一酸化窒素、化学記号でいうと NO ですね。これを作り出すスイッチをポンと押すんです。するとこの NO が血管の筋肉をリラックスしていいよって感じで緩めて、血管をふわーっと広げてくれる。だから血流がスムーズになって結果的に血圧が下がると、こういう仕組みなんです。で、この効果ただの気休めレベルじゃないんですよ。ドイツでなんと1万9000人を10年間も追いかけたものすごい大規模な研究があるんですけど、それによると毎日たったの 7.5 グラムですよ。板チョコで言ったらほんの1かけとか2かけ、それくらいのダークチョコレートを食べてた人たちは心臓発作とか脳卒中のリスクがなんと 39% も低かったっていうんです。 39% ですよ。これはもうすごい結果ですよね。しかもですよ、チョコレートのすごいところは血圧だけじゃないんです。例えば悪玉コレステロールが錆びつくのを防いでくれたり、脳への血流を良くして頭の回転をサポートしてくれたり、それからテオブロミンっていう成分が気分を穏やかに持ち上げてくれる効果もある。さらには腸の中の善玉菌の餌になってくれたり、お肌を紫外線から守る手助けをしてくれたりもするかもしれないっていうんですから、もういいこと尽くしですよね。と、ここまで聞くとチョコレート最強じゃんって思いますよね。でも話はそんなに単純じゃないんです。どんな物語にも光があれば影がある。ここからはチョコレートのもう一つの顔、僕たちが意外と知らない影の側面にしっかり目を向けていきたいと思います。そうなんです。光が強ければ強いほどその影もまた濃くなる。チョコレートの素晴らしい効果の裏には、僕らが絶対に知っておかなきゃいけない大事な注意点があるんです。その影の代表的なものがこの重金属による汚染です。まずカドミウム。これはカカオの木が育つ土壌から根っこを通して吸い上げちゃって豆自体に蓄積されるもの。そしてもう一つが鉛。こっちは収穫した後に外で干したりするプロセスで豆の表面にくっついてしまうんです。入ってくるルートが違うんですね。どちらも長い目で見ると体に良くない影響がある可能性があって、特にカカオの割合が高い、つまり高カカオチョコレートほどこれらのリスクも高まる傾向があると言われています。それだけじゃないんです。他にも例えばシュウ酸っていう成分、これは体質によっては腎臓結石の原因になることがあります。あとはやっぱり見過ごせないのがカロリーですよね。高カカオチョコって 100g で600キロカロリーを超えることも珍しくない。それから人によっては頭痛の引き金になったり、胸焼けを悪化させたりすることも。喘息の薬みたいに特定の薬との相性が悪い場合もあるので、これも注意が必要ですね。これら全部がチョコレートの影の部分なんです。さあ、光と影、
両方を見てきました。じゃあ結局どうすればいいのって思いますよね。ご安心ください。ここからはその両方を踏まえた上で、僕たちがチョコレート売り場で賢い選択をするための超実践的なガイドをお届けします。まず、この表を見れば一目瞭然ですよね。ダーク、ミルク、ホワイト。健康効果の主役、ポリフェノールを見てください。ダークが非常に高いのに対して、ミルクは低い。ホワイトに至ってはなし。エネルギー源も、ダークが脂肪中心なのに対して、ミルクとホワイトは砂糖の割合がぐっと増えます。つまり、健康のことを第一に考えるなら、選ぶべきはもうダークチョコレート一択っていうのがよくわかりますよね。じゃあダークチョコレートなら何でもいいのかっていうと、次はこのパーセンテージが大事になってきます。まず 72% くらい。これは癖味もマイルドでポリフェノールもちゃんと取れる初心者にもおすすめのバランス型ですね。次に 86%。これはもうかなり本格的。糖質をしっかり抑えたい人向けの高機能型です。そして 95% 以上。これはもうストイックな世界ですね。効果は高い分癖味も強烈ですし、さっき話した重金属が濃縮されるリスクも相対的に高くなるので、食べるとしてもほんのちょっとだけにするのが賢明です。そしてパーセンテージ以上に大事かもしれない一番シンプルで一番強力なルールがこれです。裏の原材料表示を必ず見てください。そして植物油脂みたいな余計な油とか人工甘味料が入っているものは避ける。カカオバター、砂糖みたいに材料がシンプルなものを選ぶ。これが鉄則です。さあ、選び方はマスターしましたね。でも本当の勝負はここからです。どう食べるか。すべての情報を統合して、メリットを最大化してリスクを最小化する。チョコレートとの付き合い方の黄金律。いよいよお話しします。まずよく健康のためにって言われる量、だいたい1日 25g くらいなんですね。板チョコだとだいたい5かけくらい。これが一つの基準と。なんですけど、一方で今度は安全性の面から見てみると、ヨーロッパの機関なんかはさっきのカドミウムのリスクを考えて1日の上限は30から 40g くらいにしといた方がいいよって言ってるんです。あれって思いません？健康にいい量と安全のための上限がめちゃくちゃ近いじゃないかと。そうなんです。だからこそこの両方のクリアする本当に賢い答えが導き出されるわけです。それが1日 10g から 15g。板チョコでいうと2かけか3かけくらい。これこそが効果と安全性の両方を満たすまさに戦略的なスイートスポットなんです。この量なら確かな健康効果を毎日安心してずっと続けることができるんです。はい、もう一度言いますね。これがチョコレートを食べる上での黄金律です。1日 10g から 15g。これを長く続けることで、チョコレートが持つ本当の力を安全に引き出すことができるんです。さらにもう一歩進んだテクニックもご紹介しますね。時間栄養学の考え方です。例えば一気に食べるんじゃなくて、朝と昼みたいに分けて食べると効果が持続しやすいです。それから面白いのがチョコファースト。食事の前に一かけ食べると血糖値の急上昇を穏やかにしてくれる助けになる。あとは体が一番脂肪を溜め込みにくいって言われる午後の2時から4時。このゴールデンタイムにおやつとして食べるのもすごく賢いやり方ですね。最後に、あなたのチョコレートに対する見方を今日からガラッと変えるかもしれない大事な考え方をお伝えします。高カカオチョコレートはもはやお菓子じゃないんです。それは強力で体に良い影響を与える準医薬品のようなものだと考えてみてください。薬だからもちろん効果はすごい。でもだからこそちゃんと敬意を払って正しい量、つまり用法用量を守ることが何よりも大切になってくるんです。さあ、これであなたはチョコレートを使いこなすための戦略、そのすべてを手にしました。この知識を持った今、あなたに改めて問いかけます。あなたにとってチョコレートは薬ですか？それともただのお菓子ですか？その答えを出すのは他の誰でもないあなた自身です。